今回ね、二の腕の主号吸入からのハイブリッド呼吸をやっていくんですけどね、ペアで 220cc、MR を入選下に入れていきますね。やろうと思った理由はあります？最初は二の腕とかは興味なかったんですけど、先生のどっちもいいとこ取りというか、脂肪呼吸の知識もあって、吸引はやっぱ先生は評判が良かったので、ちょっと踏み切りました。ありがとうございます。なので結構しっかりね、キャシャにしていただいて、お胸あるとかなりきれいにできると思うので、上半身がすごい映えると思うのでね、ぜひ一緒に二の腕脂肪筋の呼吸はね、かなり相性がいいかなと思いますね。どこで見てくれたの？私はツイッターとインスタグラムで。そうなんですね。はい。はい、じゃあやっていきますね。じゃあこっち向いてもらおうかな。二の腕は結構がっつり取っていいですか？センスで、はい。OK です。はい。外側に横幅のボリュームをつけたいので、谷間から8の字に広がっていく形。外側に結構つけて、でしっかり谷間つけて、ちょっと外側もしっかり注入する感じで、ボリューム入れていきますね。ありがとうございます。この上部ってどうします？そんなに上部はそこまで大丈夫です。じゃあしっかりここ入れて、若干外側にボリュームある感じで調整していきますね。はい。OK です。他なんか感じたいことあります？ここがなんかへこんでいるなって自分で感じているんですけど。でもここはね、もうボリューム入れたら自然に、なんていうのかな、ここ服にあるじゃないですか。で、へこんで盛り上がるんですけど、ここは全然脂肪も入れるし、改善はされると思うんで。ありがとうございます。気になる人はメント方をしてるけど、別に大丈夫ですね。この方全周なんでね、しっかりと前側もこって全体的に360度滑らかなライン作りつつ、胸に入れる脂肪を確保する。術後2日目です。当日と1日目はちょっと肘とか腕が全然上がらなかったんですけど、2日目で今肘の曲げはこのぐらいで、腕は若干圧迫着の影響もあるんですけど開くようになります。日常生活も今のところギリギリ遅れている感じで、トイレもなんとかできています。ただちょっとまだ自力で圧迫着を脱ぐことは厳しいので、ちょっと明日以降挑戦してみようかなって思っています。胸の痛みは腕より痛みは強くなくて、内出血も少なめかなって思ってます。ダウンタイム3日目です。胸の痛みが以前より軽くなって、内出血のあざも赤から黄色に変わってきました。二の腕の方は寝起きが昨日まで辛かったんですけど、自力で起き上がれるようになって、だんだん痛みも引いてきたなって感じです。腕もだいぶ動くようになったので、今日は圧迫着を脱いでシャワーに入ろうと思います。術後4日目です。昨日の夜に圧迫着を自分で脱いでシャワーに入ることができました。内出血は二の腕は結構まだまだ残っている感じで、ちょっと太さもまだボコボコしているんですけど、ちょっとこれから経過観察長く見ていこうかなって思ってます。で、胸の方は内出血だいぶ上も下も黄色くなってきて、治りが早い印象です。術後5日目です。内出血が全体的に黄色くなって治ってきているのを感じてます。腕の上がり具合はこのぐらいで、ようやく肩ぐらいまで上がるようになりました。今二の腕の内側と胸の全体が肌の突っ張りが強く出ている感じです。手術後からちょうど1週間が経ちました。昨日クリニックで全部の抜歯をしてもらいました。抜歯してもらったおかげでちょっと糸の引きつり感みたいのもなくなったので、腕とか上げ下げしやすいなって感じてます。寝起きはちょっと右胸の下あたりがちょっと引きつるような痛みがあるんですけど、
ちょっと長く経過観察していこうかなって思ってます。手術後8日目です。内出血が二の腕の部分がどんどん手首の方、手の甲まで黄色くなって降りてきているのを感じてます。で、胸の方はサイズとかボリューム感も理想的になっているのですごい嬉しいです。寝起きがやっぱどうしても突っ張り感、もう拘縮が結構今ピークで始まっているので、ちょっとマッサージとか保湿とかを頑張っていきたいなって思ってます。術後ちょうど10日目になりました。腕の方と胸のあざはだいぶ痛々しいあざはなくなって、今黄色くなってきたり、ちょっとちっちゃいあざが出ています。寝起きに右の胸の方がちょっとズキズキ痛む感じはまだ残っているんですけど、腕はだいぶ今拘縮が始まって引きつる感じがあります。腕の限界はこのぐらいまで上がります。11日目です。腕の細さがだいぶ出てきました。今は保湿とマッサージを頑張ってます。で、腕も万歳できるぐらいになってきました。胸の方は硬さがだいぶ和らいで、外側とか結構柔らかくなってきてます。経過楽しみです。ちょうど2週間が経ちました。胸の柔らかさも腫れが収まったので結構いい感じです。腕のあざも結構黄色くなって痛みも和らいできて、万歳とかができるようになってます。15日目です。下着を新しく買ったのでつけたんですけど、全然寄せてないのにパッドも入ってなくて綺麗な胸の形で谷間ができててすごい嬉しいです。でもだいぶ細さが出てきたので引き続きマッサージと保湿続けます。17日目です。腕の拘縮が結構ピークなので内側の引きつり感が強く出ています。結構傷も薄くなってきていて、引き続き保湿とマッサージ頑張っていきたいと思ってます。19日目になります。包協手術する前から着ていたお気に入りの水着を今着たんですけど、ヌーブラとかパッドを入れずに谷間ができているのが嬉しいです。で、シリコンを入れてるんですけど、寄せても不自然じゃない谷間で結構柔らかくてびっくりです。二の腕も脂肪を吸引して胸に入れてるので柔らかさがすごい出てていいなって思ってます。ちょうど3週間の21日目です。腕の拘縮のボコつきが外側はそんなに現れてなくて、内側が結構こう腕を上げるとボコつきが出てくる感じです。傷跡も肘とかここは薄くなってきて、触った感じもあんまりわからないようになってます。22日目です。結構もう全身内出血とか腕に降りてきた黄色の内出血も収まってきています。腕の拘縮が結構あるので突っ張り感が今ピークかなって感じです。胸の形はかなり理想なのでくびれもできている感じで、ちょっと上半身すごい理想的で嬉しいです。23日目です。腕の拘縮は引き続きあるんですけど、あんまり目立たないかなという感じです。傷口もちょっとかさぶたになってるぐらいですね。脇はシワに沿って切ってくれているので腕を閉じてればあんまり目立ちません。こんな感じです。25日目です。寝起きにずっと右胸が痛かったのがもう痛みもほぼなくなってきました。上は結構しびれみたいな拘縮が続いてて結構万歳するのはきつい感じです。29日目です。3週間ぶりに会社に出勤してちょっと久しぶりに電車に乗りました。結構怖くてリモートワークにずっとしてたんですけど、意外とそんなに二の腕とかも痛くならずに済みました。で、明日でちょうど1ヶ月なんですけど、結構胸の方とか痛みもなくなってきていい感じだと思います。30日が経ちました。ちょうど1ヶ月になります。まだ二の腕の内側とかデコボコしてたり引きつり感はあるんですけど、結構脂肪を取ってもらったので経過は長く見ていこうと思ってます。で、胸の形も3ヶ月くらいからシリコンが落ちてくるので、今のちょっと張っている形もすごい好きなんですけど、ちょっとさらに
いい形になるということで期待してます。結構今嬉しいのは外胸が出ていて、で腕も細くなったことで華奢な体にちょっと胸が大きいという、なんともいい素晴らしいスタイルが完成したので、本当にハイブリッドしてよかったなと思ってます。以上です。二の腕から取ってハイブリッド補強 PL220 をね入れた方の1ヶ月ぐらいするんでしょう、はい、どうでした？大変でしたか？内もも脂肪吸引は経験したことあったんですけど、それよりきつかったですで二の腕もきつかったですね、うちも。そうですね、起き上がることがやっぱ日常生活で必須なので、二の腕は結構嬉しかったです。がっつり取るとね、どうしても痛みとかね、断点も強く出るのでね、なんかさーっと取るだけみたいな感じだったらね、内出血も出ない場合が多いですけど、ちょっと痛みとかね、もう出ると思って、がっつり取るなら出ると思って確保しておけてもらったらいいかなと思いますね。でハイブリッド補強も、乳腺の組織をこうガーッと剥離してそこに入れるので痛いですよね。痛いですよね結構ね、大変なオペを受けていただいてね、どれぐらいでだいぶ楽になりました、日常生活的には。4日後ぐらいに痛みに慣れるのもあるんですけど、起き上がるとか、ご飯を食べるとか、自分でできるようになりました。いいですね、4日後ぐらいですね。大体ね、2、3日が結構一番きつくて、だんだん落ち着いて、そこからちょっと落ち着いてくる感じなんで、ぜひ典型的なダウンタイムのいい例だと思うので、ぜひ参考にしてもらったらいいかなと思いますね。で、1ヶ月経ってね、脂肪注入の定着率的には1ヶ月から 1.5 ヶ月でほぼもう変わらなくなるので、今の状態だと結構いい感じに残ってると思うので、ちょっとこうグーッと進んでもらっていいですかね。ここもそんなにね、開かずに結構自然な感じでできてると思うので、いい感じの経過かなと思いますね。で、まだシリコンはね、1ヶ月だと張り感があるので、皆さんに説明してるんですけど、3ヶ月は待ってほしいかなと思うんで、3ヶ月になるとより自然な感じで綺麗なラインがもっとできてくるので、ぜひ楽しみにしてもらったらいいかなと思いますね。ありがとうございます。で、ちょっと気をつけてほしいのが、今ね、色ムラがあるんですよね、二の腕ね。で、ちょっと寒くなってくるとやっぱ血管が収縮して、ちょっとイワクヨブリベードとか、毛細血管が拡張して、そういうちょっと色ムラが濃くなるように見える時があるので、ちょっと保湿だけはしっかりしてもらって、でお胸の方も保湿していただければ、これは必ず治るのでね、心配しなくていいかなと思って、大体半年からちょっと長い人だともう少しかかる時もありますけど、治っていきますね。なんかダウンタイム中不安なこととかありました？胸の張り感がやはりシリコンなので、風船みたいだったので直後が一番すごいですよね。結構1ヶ月で落ち着いてきて、柔らかさもまだ3ヶ月変わるので、ちょっと期待してます。そうですね。で1ヶ月よりも3ヶ月の方がよりナチュラルになるんで、最初ねびっくりして、僕もなんかオペしてこんなに大きくなるんじゃなかったって流れたこともあるんですけどね絶対落ち着いてくるのでね、でむしろなんか減ってくるので、そこはちょっと大きめには大丈夫かなぐらいに、オペ直後思うぐらいのサイズ感だと、むしろダウンタイム終わった時にちょうどいい感じになると思うんでね、ぜひちょっと不安になると思うんですけど、参考にしてもらったらいいかなと思いますね。ちょっとまた見せてください。ありがとうございます。はい、じゃあ二の腕からのハイブリッド補強ですね。経過聞いていこうと思うんですけど、もうだいぶ痛みとかないですかね？ないです。多分治ってきているからかゆみがすごく。かゆみ。どこの辺がかゆいですか？二の腕が一番。二の腕がかゆいね。冬なんで乾燥しやすいっていうのもあると思うので、ちょっとしっかり保湿して、でかくとちょっと色ムラとか出やすくなるのと、あと冬血管収縮してさらに紫っぽくなりやすいので、ちょっとそこを気をつけてもらって保湿してもらったらいいかなと思いますね。で補強したところもね、結構お肌敏感になってニキビできやすくなったりとか、そういう色ムラとかできやすくなる場合があるので、ちょっと全体的になんか保湿クリーム塗って過ごしていただければと思いますね。かなりいい感じに二の腕もなってきているので大丈夫かなと思いますけど、ちょっとグーッとするのがいいです。で引きずり感とかもないので、このまま順調に経過続けていけば特に問題はないかなと思いますけど、傷だとちょっと見ていいですか？これぐらいなんで、盛り上がってもないので治ってはいきますけどね。いいですね。なんか気になることあります？大丈夫です。はい。大丈夫です。頑張ります。保湿頑張ってください。いい感じだと思うので、またちょっと結果見せてください。はい。